こんにちは、アルチチャンネルです。今回は名画の謎旧約聖書編。著者は中野京子さん、ドイツ文学者です。早速見ていきましょう。今やホテルに泊まれば必ずと言っていいほど、ベッドサイドテーブルの引き出しなどに聖書が置かれている。聖書誕生以来、クリスチャンは皆暗記するほどにこの本を熟読してきたのであろうなと思ってしまうけれど、そういうわけでは全然なかった。もともと旧約聖書はヘブライ語、新約聖書はギリシャ語で書かれた。5世紀前半、ヒエロニムスがラテン語に訳し、バチカンがそれを採択する。知識階級にラテン語必須となったのはここからだ。こうして1000年近く、聖書は権力者に独占される。他の言語への翻訳の試みがなされないではなかったが、すべて抑圧された。教会側の言い分はこうだ。神聖かつ深遠なる神のお言葉を理解するには、それ相応の学習が必要であり、知的ならざる者には所詮無理。まして、下々の輩が普段使っている下賤な言葉に書き換えるなど、論外だ。この考えはさらに進み、一般大衆は仮に文字が読めたとしても、聖書を読んではならないというところまで行き着く。下手に語学の才があって、ラテン語が読めてしまったりすると、異端者として火あぶりにされる危険すらあった。かくして中世の庶民は、聖書にはこう書いてあるからこうせよとのたまう聖職者に黙って従うしかなかったのだ。本当かなと疑っても確かめる術もない。読めないどころか見物もない。書物はすべて修道士による手書きで途方もなく高価だった。そしてついにルネサンスの幕が開く。この時期の三大発明といえば羅針盤、火薬、そして印刷だ。この頃、バチカンの腐った坊主どもをどげんかせんといかんと、ドイツのルターがカトリックにプロテストして、プロテスタントを打ち立てたのは周知の通り。彼は命を狙われながらも聖書のドイツ語訳を完成し、どんどん印刷して世に広めた。しかし、平民語の聖書印刷版が数多く出ても、なおまだ普通の人々にとって聖書は個人が読むものではなかった。誰か読める人に読んでもらい耳を澄ませたのである。何しろ識字率が低すぎだ。どれほど低かったかというと、19世紀のロンドンですら2割しか文字を読めなかったと言われる。ルネッサンス期なら押して知るべしだろう。そこで最も役立ったのは絵画や彫刻、ステンドグラスといったものだ。特に女性の場合、たとえ特権階級でも字を読めるものは少なかったから、邸宅に飾られた一流画家による宗教画は、見る喜びとともに学ぶ機会にもなっただろう。このドイツのルターと親交があり、自らも熱心な宗教改革者だったクラナ派の楽園は、そんな一枚だったに違いない。一つの画面の中で複数の物語を進行させる中世によく描かれた手法が使われている。小回りなしの漫画みたいなものだが、吹き出しもないので、あらかじめストーリーを知らないと何が何だかわからない。では、聖書の物語に沿って見ていこう。まず1番目、後ろの右端のシーン。神が土からアダムを作り、エデンに園を設けて彼を置いたところ。エデンというのは平原という意味だが、同音でスペル違いの快楽という言葉もある。意味深だ。彼はここにすべての獣、家畜、鳥を連れてきた。また、聖書にはわざわざ、その2は
ありとあらゆる果樹が生えていたと記されてある。砂漠の民の思い焦がれる、それはまさにパラダイスだったろう。温暖な気候と豊富な水、樹木に恵まれた日本人には、過酷な条件下で生きる彼らの苦闘をなかなか想像しにくい。さて、この園の中央には、生命の木と善悪を知る木もあって、神はアダムに、善悪を知る木の実を食べてはならぬ。死ぬぞ、と厳重注意した。二つ目、後ろ、右から三番目のシーン。一人ぼっちではかわいそうだと、アダムを眠らせ、その肋骨からイブを作ったところ。しかし、この絵はなんだか随分乱暴で、肋骨を取り出して、それを女に変えたというより、アダムの背中を大きく切開して、中にいた女をぐいと引っ張り出しているとしか見えない。そして三つ目、前景の中央。夫婦となったアダムとイブを神は右手の二本指で祝福しているところだ。威風堂々たる神や筋骨隆々のアダムに比べ、クラナ派はさすがドイツ人、理想化への意志は薄く、全体に世俗感あふれている。神はごく普通の老人以外の何者でもなく、ひげ面のアダムは高貴さとはほど遠く、その肉体もどちらかといえば中性的だ。しかしこのイブ、これこそ我が骨の骨、我が肉の肉、とイブを一目で気に入ったアダムだからして、しっかり彼女の腕を握って神の前に立ったのだろうけど、これを見る限り、捕まえておかないと逃げられる、と恐れているように見えてくる。真っ白な肌、なよなよした体型、うっすら笑みを浮かべた捉えどころのない表情のイブは、全身から官能を発散している。そして四つ目、後ろ、右から二番目のシーン。巨大なリンゴの木の下、上半身が女、下半身が蛇の邪悪な生き物が、イブと一緒にリンゴをアダムに差し出し、アダムが食べているところ。左手が妙な具合に頭に上がっているのは、参ったなぁという表現だ。聖書のこのあたりは非常に有名なので、知らない人はいないのではないか。蛇がイブを誘惑して曰く、禁断の木の実を食べても死にはしない。むしろ善悪を知って神のようになれる。そう言われてイブは、改めて実が美味しそうなのと、知恵もつきそうな気もして食べてしまい、ちょうど通りかかったアダムにもお裾分けする。たちまち二人は死んでしまったと言いたいところだが、神の言った死ぬぞの意味は、食べなければ不老長寿でいられるということ。アダムとイブはこれ以降、寿命がある死すべき定めとなった。さらには、自分らが裸と分かって恥ずかしくなり、イチジクの葉で大事なところを隠す。ちなみに、聖書にはどこにもリンゴとは書いていないが、ギリシャ神話の影響から絵画ではリンゴが描かれるのが慣例となっている。そして五つ目、後ろ、今度は左から二番目のシーン。恥じて隠れる夫婦。しかし神は何が起きたか知っている。空に神の顔がぽっかり浮かび、アダムとイブが見つかっちゃったという顔つきで見上げている。6番目、後ろ左端のシーン。剣を振り上げる天使に追われ、エデンの園から追放される二人。こうして人類の祖は神に背くという最初の大罪を犯し、楽園を失った。これをキリスト教徒は原罪と呼び、アダムの子孫たる人間が生まれながらにして罪を負った存在だと考える。神は楽園追放にあたりこう言い渡した。蛇には呪われよ
これからお前は腹ばいになって歩き、これはつまり蛇にはかつて足があったということに他ならない。実際蛇の体内には退化した足の名残があるというから、聖書の記述は科学的に正確だ。次はイブ。彼女には、お前の苦しみと渇きをぐんとひどくしよう。お前は苦しんで子を産むのだ。出産が苦痛に満ち、母子とも命がけであった時代には、まさに神罰そのものと考えられたのだろう。最後はアダムに、お前のために土地が呪われる。そこから糧を得るのに一生お前は苦労するだろう。生えてくる茨とアザミに悩まされながら、お前は野の草をかじり、額に汗してパンを食べ、ついには土に帰るのだ。もともと土から取られた実、お前は土くれだから土くれに帰るのだ。ヨーロッパの男性がハッピーリタイアにこだわるのは、労働が罪との意識が拭えないからという説を読んだことがある。そうかもしれない。彼らを追い出した後、神はエデンの東に回る剣の炎を置いて、天使に番をさせ、生命の木を守らせた。つまり、人間が楽園に戻る可能性は消え、命の木の実を食べて、不死を得ることもできなくなった。知恵を得た代わりに、不老不死をなくしたのだ。このクラナハが描く追放シーンには、感情表現が欠落していて、まるきり切実感がない。彼より100年前のイタリア人マザッチョの楽園追放を見てみよう。ここでは、イブは幼い子供みたいに顔を天に向け嘆き、泣き声さえ聞こえてきそうなほど、両手で裸体を隠す動作も哀れを誘う。一方、アダムが隠しているのは顔である。神の信頼を裏切った恥ずかしさのあまり、二度と顔を上げられないといった打ちひしがれようだ。どう見ても立ち直りの早そうなのはイブの方だ。子供が盛大に泣いた後、ケロリと遊びに興じるように。すべてはイブのせいなのだった。蛇よりもイブが悪いのだった。女が蛇に誘惑されなければ、男は働く必要もなく、楽園でいつまでも安泰でいられた。女はもっと罪悪感を持たねばならない。人間に災いをもたらした罪を自覚し、いつも自責の念に駆られていなければならない。でもね、アホのまま楽園に閉じ込められ、死ぬこともできない身のどこが面白いのか。不死は失っても知恵を得たればこそ、自我に目覚め、知識欲や性欲を知り、人生の苦難に立ち向かい、喜怒哀楽を感じられるようになったのだ。詩人はこう言っている。この現在こそが人類にとって幸福な瞬間だった。イブは責められるのではなく、むしろ感謝されて叱るべきだ。おまけに楽園追放されたアダムが何歳まで生きたか、あなたはご存知だろうか。なんと930歳。楽園の外でそれだけ長生きしたなら文句はないんじゃないの。ルーカス・クラナハはザクセン公の宮廷画家として恵まれた人生を送った。独特のくねくねした線で表現される女性ヌードは冷たい官能美として人気を博した。日本ではルーベンスの太った女体同様、あまり受け入れられていない。エデンの園からの追放は、母の体内という心地よいぬるま湯を離れ、泣き叫びながらこの世へ誕生せざるを得ない我々人類の辛く悲しい境遇を暗示しているかのようだ。
中国にはこんなことわざがあるという。人は生まれた時すっぱだかで、びしょ濡れで、お腹がペコペコなのに、大きくなるともっとひどい目に遭う。うわぁ。というわけで、アダムとイブもひどい目に遭う。それが今回のテーマ。楽園を出て間もなく、イブは2人の息子、カインとアベルを産む。兄カインは土を耕す者、弟アベルは羊を飼う者となって、それぞれ神への供物を捧げる。カインは土の実りを、アベルは羊の子の中から一番肥えたものを。ところが神は、アベルの捧げ物には目を留めたのに、カインのには一個だにしなかった。その上、カインがむくれると、なぜむくれるのだ？なぜ顔を伏せるのだ？やましくないなら顔を上げられるだろう。などと叱る。カインは神の愛を独占するアベルを憎み、事件は起こる。カインは突然アベルに言った。さあ、野原に行こう。二人が野原に着くや否や、カインは弟アベルに立ち向かって、彼を殺してしまった。やがて神がカインに尋ねた。弟アベルはどこにいるのだ？彼は答えた。知りません。私は弟の番人なのですか？このあたりの描写は簡潔なだけに一層悪党誕生の瞬間を強烈に感じさせる。カインは弟を殺したばかりか、神に対して嘘をつくという二重の大罪を犯し、なおかつ、知らねえよ。俺は弟の番人じゃねえからな。という感じで、ふてぶてしく言い返す。これではこの先、神に対してどんな裏切りを重ねるか知れたものではないとワクワクして続きを読めば、何のことはない。犯行もここまで、とんだ腰砕けであった。神はカインに言い渡す。弟の血を吸った土は、もはや実りをもたらさない。お前の運命は、当てとなく地上を放浪することだ。カインは嘆き、そんな罰は重すぎる。私を見つけた者は、皆私を殺そうとするでしょう。と訴える。そこで神は、誰も彼を殺さないように、殺せば7倍の報復があることを知らせるため、カインに印をつけた。このカインの印がどこにどんな風につけられたか、聖書はそれ以上何も語っていない。こうしてカインは両親のもとを去る。アダムとイブは一挙に2人の息子を失ってしまったのだ。しかも最悪の形で。彼らは100年間も喪に服したという。イギリスのブレイクがこのエピソードをいかにも彼らしい別世界的雰囲気の独特な絵に作り上げた。タイトルがなければ何を書いたものかほとんどわからないのではないか。ミケランジェロを尊敬していたブレイクなので、人物は不自然に筋肉もりもりだが、全体の印象は奇妙に時代を超越し、とてもゴヤなどと同時代の作品とも思われない。地面がスコップで棺の形に彫られているので、アベルを埋葬しようとしていたのだろう。死して横たわる息子の体の上に、悲しみに暮れる母イブが覆いかぶさる。彼女の長い髪がアベルの胸にこぼれ、細いうなじや肩から腕への線が美しい。すぐ後ろには楽園から出て少し老けたひげ面のアダムがカインの態度に腰を抜かさんばかりに驚いている。今初めてアベルを殺したのがカインだと気づいたからに違いない。
絵の主人公カインは両手で額を押さえ、恐怖に怯えて悲鳴を上げている。背後のまがまがしい太陽が神の怒りを表し、カインの額に印を赤く焼き付けたのであろう。この印は彼の命を守るためのものであると同時に、決して償えない罪の烙印だということが示され、このままカインが後ろも振り返らず、どこまでも走って走って、父母と生き別れることまでも予感される。それにしても、なぜ神はかようなエコひいきをしたのか。兄弟を平等に扱っていれば、カインだとて弟に嫉妬することなく、人類初の殺人者にならずに済んだかもしれないのに。これに関しては聖書に説明がないため、様々な解釈がなされてきた。もともとユダヤ人が遊牧民であったため、遊牧民の代表たる弟アベルが農耕民たる兄カインより神に愛されるのは当然という説。また罪人たる人間は身代わりに血の犠牲、つまり生贄の子羊を捧げなければならないのに、カインは穀物しか備えなかった。だから無視されたという説。兄弟についても、カインは好きを使用する知的な農耕者、アベルは無知で無垢なる羊飼いと捉える者もいれば、詩人バイロンのように、アベルの偽善的で信心ぶった態度がカインの凶暴な気質を誘発したと皮肉る者もいる。いずれにせよ、この話の要が神の愛、すなわち親の愛情をめぐる兄弟間の葛藤にあるのは明らかだろう。心理学者のユングはこれをカインコンプレックスと名付けた。親という権威者の行為を子供の側から問うのは極めて困難である。親自身が問題を抱えているがゆえに自分は拒否されるのだと理解できる子は稀だし、たとえ理解ができるようになったとしても、不平等な扱いに心の傷は容易に癒されない。一心に愛を受ける兄弟に対しても、激しい嫉妬や憎悪を向けずにおられない。よく知られた歴史では、伊達政宗の例がある。幼い頃、天然痘を患って片目となり、それを疎んじた母は弟を愛する。そして、対立するようになった弟、ついに政宗は切り殺したという話だ。これは戦国の世なので苛烈な結末になっているが、カインコンプレックス状態の兄弟を抱えた家族は少なくないのではないか。聖書へ戻ると、弟殺しのカインに死という厳罰は下されていない。それどころか神はカインの命を印によって守った。なぜか。キリスト教徒はこれこそが神の深い愛だとするが、心理学的解釈としては、権威者たる神自身の反省があったからではないかとの指摘もなされている。兄弟間闘争が殺人へと発展したのをきっかけに、責任の一端が自らにもあるとの自覚が神に起こり、カインを殺すに忍びなかったというのだ。まあそうなると、絶対者たる唯一神がギリシャ神話の人間臭い神と重なってしまい、どうにも具合の悪い気がしないでもない。さて、カインのその後は、エデンの東の方、喉の地に住むようになった。この喉というのは、放浪という意味なので、住むとは書いていても、正しくはさすらっていたということになるだろう。そして、やがてカインは妻を知った。彼女は身ごもってエノクを産んだ。びっくりだ。鋭い人は
印のところですでに矛盾に気づいていたことだろう。なぜなら神はこの世で初めての人間を自分に似せて作り、その肋骨からもう一人作った。この男女からカインとアベルが生まれたのだから、この時点で世界に人間は4人だ。なのに一体誰がカインを殺そうというのか。私を見つけた者は皆私を殺そうとするでしょう。と恐れるその皆は誰なのか。そこへ持ってきてこれだ。カインがアベルを殺すと、人類は一人減って3人しか存在していないはずなのに、いつの間にやらどこからか女が湧いてきた。もちろん様々な説明が考え出されている。アダムとイブは神と交流を持つ人間であり、そうでない人間は他にもたくさんいたという説。またもう少し倫理的な説明としては、エデンの園の外には多くの部族が固まって居住しているところがあり、ほとんどの部族は神を信仰していた。けれどカインは別の宗派の部族だったので日頃から差別され、ある時部族長への貢ぎ物を拒否される。そうした不満が募って多数派の一人アベルを殺してしまい追放される。カイン一人ではなく、おそらく部族ごと追い出されたのではないか。そしてそんな風に住処を追われた。はぐれ狼みたいな人間たちは他にもたくさんいて、彼らは放浪の過程で接触があり、互いに連れ合いを見つけたのだろう。そう考えると、エノクを生んだの次の文章にも納得がいく。カインは町を建てる者となった。彼は町の名をこの名前にちなんでエノクと呼んだ。ついに放浪を終えたカインは定住地を見つけて、そこの部族長になったわけだ。このフェルナン・コルモンが描くカインはちょっとした迫力である。縦 3.8 メートル、横7メートルという大画面はもちろん、神話上の美化された人物を見慣れた目に戦士時代から抜け出たようなカインのリアルさが新鮮な衝撃だ。長い放浪の苦労から髭も髪も白くなったカインは、それでも群れを率いて確固たる足取りで前進する。木で組まれた腰には彼の妻と赤子のエノクが乗っている。草木一つ見当たらない不毛の荒野。部落を追放されるということがいかに苛烈な罰であったかがよくわかる。ウィリアム・ブレイクは時代に全く沿わない画風だったため、生前はほとんど認められなかった。本格的に評価されたのは20世紀に入ってからと遅いが、今では高い評価を得ている。そしてフェルナン・コルモンはフランスアカデミーの大御所の一人で、レジオン・ドヌール勲章も受章している。彼が開いていた絵の塾には、ゴッホやベルナール、日本人の藤島武二が学んだことで知られる。アベルを殺したカインが去った後、アダムはもう一人、セツという息子を設けた。このセツの直系が7代も8代も続くうち、堕落した者ばかりが増えていき、神や人間を創造したことを食い入るようになる。そこで、いっそ絶滅させてしまえ、との乱暴な結論に。いや、待て待て。この世にはまだもう一人、善人が残っていた。ノアだ。彼とその妻、3人の息子と、それぞれの連れ合い、合計8人は助けてやろう。彼らに命じて大きな箱舟を作らせた。そこへすべての生き物も一つ貝ずつ乗せたのを見届けると、神は40日間も雨を降らせた。
さらに150日間洪水が続き、地上の者はことごとく死に絶えた。水が引き、ノア一家は箱舟の外へ出た。神は祝福して曰く、埋めよ、増えよ、地に満ちよ。ノアが感謝の生贄を捧げると、神はもう二度と洪水で人類を滅ぼすことはしないと約束し、空へ誓いの虹をかけるのだった。それ以降、神は厳罰を下さなくなったかといえば、もちろんそんなことは全然なく、その証拠に、またしばらくして火の雨を降らせ、ソドムの町を焼き尽くしたりしている。確かに洪水ではないが。そしてまたこれ以降、人間は堕落しないよう気をつけたかといえば、もちろんそんなことも全然なく、その証拠に、産んで増やして地に満ちるにつれ、早くもノアのひ孫の代に、また神の怒りを買う羽目になる。それが有名なバベルの塔のエピソード。聖書はこう記す。その頃はすべてが同じ言語、同じ言葉であった。東から移動しているうちに、人々はシナルという地に平野を見つけて、そこに住み着いた。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作り、よく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを手に入れた。そこで彼らは言った。さあ、天に届く塔を建てて、大いに名を上げよう。さもないと、我々はあちこちに散らばってしまうだろう。このシナルの地とは、古代メソポタミアのバビロニア。ここからバベルの塔の起源は、この辺りの都市によく作られた階段状ピラミッド型の巨大なジックラトであろうと推測されるようになった。ジックラトとは頑丈なレンガを使って幾層にも組み上げた人工の山のような塔で、現在でも各地に20個ほど残っている。平坦な砂漠の中に突如出現する巨大な人工物は、古代の素朴な人々に、このようなものを建ててよいのだろうか、と恐れの気持ちを抱かせたのかもしれない。それぞれのジックラトは、それぞれの守護神を祀り、固有の名前を持っていた。バビロニアの首都、バビロンのジックラトの名は、エテメナンキ。意味は天と地の石。まさしく、頂が天に届くほど高みを目指したバベルの塔のルーツがこれだ。聖書がこの後どう続くか、推測は容易だろう。神は怒った。一つの民、一つの言語を持つからこんなことをする。言語を乱し、仲間の言葉が通じないようにしよう。こうして神は人々の意思疎通を不能にし、彼らをバラバラにした。当然、塔や町の建設は未完に終わり、人々の不安は的中した。それゆえ、その町の名はバベルと呼ばれた。バベルの語義はバビリー、つまり神の門であるが、後にヘブライ語のバラル、混乱と混じり合い、人類が多様な言語を持つに至った由来を説明するとともに、そこから生じる混乱を表すことになった。この物語は通常、人間のおごりに対する神の審判と解釈されている。人間の分際で、神のいる天まで届く塔を建てようというなどと、できもしないことを古代妄想的に試みる思い上がりを恥じましょう、という次第だ。でも、奇妙に思ったことはないだろうか。それならなぜ、その後、続々と建てられた雲をつくほどの高さのゴシック教会群は許されているのだろうか。つまり問題は、天まで届こうという欲にあったのではない。
バビロンという土地がポイントなのだ。バビロンはかつて世界の中心だった。大航海時代のスペインのように、絶対主義時代のフランスのように、そして現代のアメリカのように、バビロンは富と権力の源としてこの世に君臨していた。60キロを超える長さの城壁を巡らし、現在のロンドンに匹敵する面積だったというからすごい。富の集まるところ、人も集まり、バビロンには様々な人がひしめき、多言語が渦巻いていた。大都会バビロンに足を踏み入れた砂漠の民は、その華やかさの裏に混乱を見たであろう。それどころか自らも混乱し、こんな虚飾が長く続くはずがないと批判的になる者もいたはずだ。アメリカなんて精神性もなければ文化もない薄っぺらな国だとけなすのにちょっと似ている。とりわけユダヤ人にとってのバビロンは恨み骨髄であった。そもそも旧約聖書の成立はユダヤ王国がバビロニアに攻め滅ぼされ、大勢の民が奴隷としてバビロンに連行された。半世紀以上を経て、ようやくバビロニアがペルシャに倒されることで自由を得たユダヤ人は、こうした史実をもとに聖書を記した。ユダヤ人がバビロンを贅沢、迫害といった罪の都とみなすのは当然なのだ。神聖なるエルサレムに対し、バビロンは世俗だった。そんなバビロンが建造した途方もなく大きな塔、ジックラとは、所詮、異教の神を祀ったものに過ぎない。神はユダヤの神だから、塔建設に起こったのであった。旧約聖書はユダヤ人の聖典なので仕方がない。きっとこの頃の日本を見ても起こったに違いない。だが歳月の流れにそうしたことは忘れられ、バベルの塔といえば傲慢の罪、言語の混乱の象徴となっていた。バベルの塔は主題が魅力的なこともあり、大勢の画家によって描かれているが、16世紀半ばのブリューゲルにかなうものはない。圧倒的迫力、生々しい実在感、複雑な構成、大きなスケール感。見る者の間近に迫り来るため、画面自体も随分大きいように錯覚しがちだが、実際には縦1メートル14センチ、横1メートル55センチしかない。印象としては倍にも3倍にも、あるいは10倍にも膨れ上がって感じられる。ここには巨大なものに対する無条件の畏敬の念がある。例えば、シロナガスクジラの実物の模型に息を飲むように、我々は塔の巨大さに恐れをなし、この建物が歪んでところどころ崩落して完成部分の美しさを容赦なく損なっていることにどうしようもない薄気味悪さと、しかし同時に簡単も覚えずに折れない。崩れつつありながらなお超度級の大きさを保ち、天まで届こうとするその意志の凄さに、背景はのどかなパノラマである。手前の塔さえなければ、この都市は平野だ。空は青く、雲は白く、渡り鳥が悠然と飛んでいく。遠くになだらかな山脈や島が見え、川が流れ、樹木が茂り、畑が広がり、太い街道が通っている。城壁に囲まれた豊かな都は、美しい大邸宅や城や教会、
市庁舎などが立ち並び、川にはアーチを持つ石橋がかかり、煙突から煙が漂い、井戸があり、水車がある。素晴らしい精密な描写だ。手前の石切り場にいる人々の服装を見ると、いつものブリューゲルの方とわかる。歴史的事件を画家の生きている時代の土地や風俗で描いている。王冠をかぶっているのは、バベルの塔建設を命じたと言われる、このバビロンの征服者、ノアのひ孫、ニムロデ王だ。家臣らを伴い、塔の進捗状況を視察に来たところらしい。労働者たちが帽子を脱いで挨拶しており、中にはひざまずいて手を合わせる者もいる。何しろ王は地上の神とみなされていた。これ以外に絵の中に一体何百の人間が書き込まれているか、到底数えきれない。塔の裾野からてっぺんまでびっしりと取り付きうごめいている。まさに壮観だ。港では数多くの船や筏がレンガや木材を運んでくる。それを運搬する馬車が岸辺で待ち、列をなして塔のそばの仮小屋まで往復している。スコップがあり、のみがあり、ロープがあり、袋がある。はしごを登る者がいる。馬を引っ張る者がいる。重そうな石を背で運ぶ者がいる。食料らしき荷を運ぶ者がいる。なんと洗濯物まで干している。何年も何十年もかかる仕事なのだ。上の階へ行けば行くほど下へ降りることは面倒になって、そこが生活の場となってしまう。いつの間にやら神のように雲の上で暮らす者さえいるわけだ。これが単なる神殿の建設風景なら、見る側の感想も少し違うのかもしれないが、この塔はついに未完のまま放置される運命のバベルの塔なのだ。あらゆる努力、あらゆる希望はついえる定めだ。してみると人間はこうして虚しい人生をただ苦しみながら生きるものなのだろうか。だとしたら神が言葉を乱して労働者をこの仕事から解放したのはある意味救いだったのかもしれない。ピーテル・ブリューゲルは正確な生まれた年がわからず謎が多い画家だ。